パイロットに敬礼ナゲッツです。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もよろしくね。さあ今日は前回の動画に続いてストレージリアルの世界史をざっくりと解説していこうと思います。今回は2010年に起きた環太平洋戦争について振り返ります。この戦争はベルカ事変とも呼ばれています。その理由は後ほど。そんな環太平洋戦争を描いたのは PS2 で発売されたエースコンバット5 The Unsung War。 エースコンバット5はエースコンバット7の PS4 版早期特典でプレイしたという方もいると思います。まずこの戦争を一言で言うならズバリ超大国間戦争の陰に陰謀ありです。環太平洋戦争はオーシア連邦とユークトバニア連邦共和国による戦争ですが、大きく関わったのはベルカ公国です。この戦争を語るには15年前のベルカ戦争まで遡ります。15年前オーシア連邦とユークトバニア連邦共和国はそもそも仲が悪く、いわゆる冷戦状態でした。しかしその近隣国だったベルカ連邦が戦争を起こした際にオーシア連邦や周辺諸国、そして仲が悪かったユークトバニア連邦共和国も協力し連合軍を組織しベルカ戦争に勝利します。これで平和の道へまっしぐら。しかしそんな両国を妬んでいたのが前の戦争で負けたベルカ連邦の一部の人たち。ベルカの強硬派で構成される灰色の男たちは南北ベルカの統一と戦勝国への恨みを晴らすため地下に潜伏し、ベルカ戦争で敵対したオーシアやユークトバニアの中枢まで潜伏し工作活動を行っていました。いわゆるスパイ活動ってやつですね。この辺りはエースコンバット0で描かれています。ベルカ戦争については次回に詳しく解説しますのでお楽しみに。ベルカはエースパイロットを各国に派遣し各航空軍でアグレッサー部隊として活躍させました。オーシア空軍は自国パイロットを強化する目的で雇い入れ、オーシア内で彼らは第8492飛行隊と名乗って活動しました。8492、ここテストに出ますよ。覚え方ははよくにえ帰れで覚えてね。2010年9月23日、ミグ29戦闘機を含む10機の国籍不明機がオーシア領のサンド島北西を通過するルートを通ろうとしました。レーダーでこれを捉えたオーシア軍はランダース岬上空で訓練飛行中だったサンド島空軍基地所属の第108戦術戦闘飛行隊ウォードック隊が迎撃します。その他にもいくつもの紛争があり、ついにユークトバニアはオーシアに宣戦布告し戦争状態に入ってしまいます。しかしこのいくつもの紛争は全て灰色の男たちによる工作だったのです。はあ、ほんと大バカ野郎だな。この超大国同士の戦争で開戦直後から優勢だったのはユークトバニア軍でした。平和主義で知られるオーシアのハーリング大統領はユークトバニア首脳との対話を求め交渉を望みましたが、ベルカ領のシュティーヤ城に囚われてしまいます。ここにも灰色の男たちの暗躍が。そんなオーシアを救ったのがサンド島空軍基地所属のウォードック隊の活躍でした。ウォードック隊の活躍が邪魔になった灰色の男たちによって一度は隊員全てがユークトバニアに内通していたスパイという汚名を着せられ自軍から命を狙われますが、スノー隊とシーゴブリン隊によって救助されケストレルまで移送されます。ここからウォードック隊員たちは軍本体から姿を消して新たにラーズグリーズ隊へ姿を変え、この戦争に灰色の男たちが関与していることをついに突き止めます。幽閉されていたユークトバニアの首相は反政府レジスタンスによって救助され、ハーリング大統領と共にオーシア首都の大統領官邸でテレビ演説を行いました。
敵は他にあり。陰謀だったわ。ごめんねペーペロ。この戦争では数々の巨大兵器が登場しました。潜水空母1番艦シンファクシ、潜水空母2番艦リムファクシ、大気軌道宇宙機アークバード、そして戦略衛星軌道砲ソーグ。どれもが陰謀によって駆り出されたものです。灰色の男たちって怖い。これらのほとんどがラーズグリーズ隊によって破壊されたのですが、オーシャン政府はこの事実を公表していません。ということでラーズグリーズの英雄に敬礼。それよりも僕はラストシーンでカークが基地に取り残されてしまったのかどうか、犬派の自分としては心配で心配で。いかがでした？次回はベルカ戦争について解説します。お楽しみに。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。